最高。 Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never stress. Two silhouettes on the concrete steps. We watch the sun as it slowly かっ crept こいい。 from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. あれな。 Oh, this could be the best thing that I'll ever know. どうもありです。今回はこちらのオピネルナイフ、そしてフェデカナイフの比較動画です。なぜこの2本かというと、このオピネルとフェデカっていうのはもうアウトドア用ナイフとしてもうめっちゃ人気なんです。で、よくオピネルがいいのか、それともフェデカがいいのかってことでね、結構悩まれる方多いということで、僕が徹底的にレビューしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではですね、オピネル、そしてフェデカのそれぞれの歴史、どういったブランドなのかについてお話しします。それではまずこちらのオピネルナイフから、こちらのナイフっていうのはフランスのナイフです。1890年にジョセフ・オピネルという方が開発をしました。このナイフの特徴っていうのは頑丈、素朴、機能的、世界で最もシンプルなナイフとしてとても人気を集めてます。ピカソもね愛用してたりとか、そしてイギリスの美術館で世界で最も美しい100のプロダクトとして選ばれまして、まあこのデザインっていうのは何とも言えない美しさがあります。はい。で、オピネルについてさらに言うと、オピネルナイフというのは購入してすぐにあるね儀式が行われるそうで、その儀式っていうのが油漬けの儀式だったりとか、あとね黒サビ加工の儀式だったりとか、そういったことをするらしいんですけど、まあその目的っていうのがこの柄の部分ですね、この部分のその吸水を防ぐためにだったりとか、まあ鋼の材質だったらあらかじめ黒サビ加工って言って酸化させといて、それでもうそれ以上錆びさせなくする、そういった儀式をやるのがまあ定番だそうです。その儀式のやり方についてはいろんなね方がやってますので、オピネルナイフを検討している方はぜひねそのネットで調べてみてください。たくさん出てきますので。では次、こちらフェデカナイフですね。このフェデカナイフというのは日本のナイフです。日本の中でも兵庫県の三木市ですね。三木というのは刃物の産地としてもすごく有名です。で、このフェデカナイフっていうのは1895年に神沢鉄工株式会社という場所が開発した刃物ブランド、それがフェデカというブランドで誕生しました。で、このフェデカの名前、このフェデカとは何かというと、 Fe というのは鉄の元素記号です。で、Ca というのはカーボンですね。カーボンの頭文字の2文字。そしてイタリア語で信頼という意味のあるフェデ、これらをつなげた造語です。それでフェデカという名前ができました。で、さらにこのロゴマークがあるんですけど、このフェデカのロゴマークというのはたたら製鉄の炉を表現したものだそうです。たたら製鉄というのは鋼を作り出す神聖な行為であり、大地の恵みに対する感謝と尊敬の意を込めています。そしてこちらもホームページから引用してるんですけど、このフェデカナイフというのはどういったものかというと、フェデカは刃物という道具を通して心躍るような素晴らしい体験を皆様にお届けするブランドです。誰もが気軽に刃物を楽しむ社会に、私たちのビジョンは刃物で遊ぶ文化を作り、刃物を使う文化を次の世代に継承していくことです。日々の暮らしから刃物が姿を消しつつある今、刃物で遊ぶ文化を作り出すために、大工さんや料理人さんのように仕事として職人のように極めていく刃物に加え、趣味として誰しもが楽しめる刃物が不可欠です。アートやスポーツのように修練を重ねて高い価値を生み出せるプロフェッショナルだけでなく、誰もが刃物を気軽に楽しむ社会にしたいのです。なぜ刃物文化が大切か。私たちは人間の生きる力を育む刃物の可能性を信じています。木を削ったり食材を調理するといった刃物一つで自然の恵みを加工する行為は、人としての営みの根
間だからです。刃物は自然との大切な接点です。人は自然と距離を開きつつある今、自然に対し誤った判断をたくさんし始めています。自然は眺めているだけではその尊さは分かりません。木を削る、魚をさばくといった原始的行為を通じて初めて自然と密に関わることができます。その原始的で未来になくてはならない体験の本質を、私たちフェデカは体と刃物一つを原始的で高度な遊びを通じ未来へつなげてまいりますということでね、こちらのね文章を読んだ時ね、ものすごい共感しました。僕の YouTube 見てくれてる人はわかると思うんですが、僕は人生に生きる喜びをということを皆様にね伝えたいと思って活動してます。もうその思いをねさらに言語化してくれたような感じで、もう本当にそうで、刃物っていうのはもうそのくらいね、もう可能性のあるものなんです。その切る行為っていうのがね、どれだけ人に喜びを与えるか。なので誰もがね気軽に刃物を楽しむ社会にっていうのをね、一人でも多くの方に伝えようと思います。見てる皆さんもぜひその喜びっていうのを広めてください。はい、では今からフェデカ、オピネル、その比較というのをしていきます。まずサイズから。オピネルナイフっていうのはサイズ展開されてまして、全長が8センチから 28.3 センチで、フェデカのこの折りたたみ式料理ナイフというのは22センチですね。次、値段。オピネルはそのサイズによってもちろん違うんですが、基本的に2000円台です。2000円ぐらいで買えます。フェデカナイフっていうのは1万円前後します。ここ値段の差全然違いますよね。で、それぞれ材質についてはそのカーボンとステンレス、鋼とステンレスっていうその種類があるんですけど、今回動画で使ったのはこちらカーボン、鋼のタイプです。で、フェデカナイフっていうのは銀酸です。銀酸っていうのはステンレスの中でも高級鋼材です。かなり切れる材質のステンレスとなってます。で、次、重さ。オピネルナイフはサイズごとに重さが違うんですが、今回僕が使用したオピネルナイフっていうのは一番長いサイズです。で、この重さっていうのは 116.2g で、フェデカナイフ 65.3g です。で、もしこのフェデカの刃渡りとオピネルの刃渡り同じぐらいのものを比較した時に、オピネルの刃渡りが 9.1 センチのものですね、そちらは 52.6g ということで、もし同じ刃渡りのフェデカ、そしてオピネルで比較した時はフェデカの方が若干重くなります。ただ重さっていうのはフェデカの場合ちょっとレパートリーがねいくつかあるんですよ。その木材によって若干重さも変化するので、そこはね注意してください。で、ここからが特にこの2つで比較される特徴的なことを言います。まず刃の形状ですよね。オピネルに関してはこの刃とハンドルがもうまっすぐ直線状なんですよ。で、フェデカというのはこの包丁のこの顎の部分があります。何が言いたいかっていうと、まっすぐだとこのね刻み物ができないの分かります？まな板にこうやってつく時にこの手が邪魔して切れないんですよ。もしこういう持ち方で切ろうとしても、このまな板につけた時にここが浮くんですね、この刃元側が。で、次フェデカナイフを見た時に、これ一言で言うと家庭用の三徳包丁と同じような使い方ができます。要はこうやってまな板につけた時にちゃんと刃元までねしっかりつくので、普段と同じ料理の仕方っていうのができます。で、次切っ先の話をしますね。切っ先、こちら見た時にこっちは上にこうやって上がってるの分かりますよね。この上がってる状態のことをクリップポイントと言います。で、このフェデカを見た時にこれ下がってますよね、切っ先が。これっていうのはドロップポイントと言います。だから要はクリップポイントとドロップポイントの違いがあるんですが、切り物をする上で考えた時にこのクリップポイントというのは刺すっていう行為についてはこっちの方が適してるんですね。だからオピネルナイフっていうのは基本的に刺して引いて切る、刺して引いて切るっていう切り方が主なね切り方となります。そしてこの切っ先がこの形状のことによって魚がさばきやすかったりとか、あと鳥を解体する時、丸鶏をさばく時っていうのにもこっちの方が扱いやすいです。で、フェデカに関してはさっきも言った通り包丁と同じように扱えるため、だから内物細かく刻んだりとか剥き物だったりとか、なんか細かいね細工物作業っていうのもかなりしやすいです。はい、では次、さらに特徴的なものがロック機能があるかどうかですね。まずオピネルから。オピネルはここにロック機能があります。閉まってる状態の時に出ないようにするロック、そして刃を出した時にそれが勝手にしまわれないようにするためのロックということができます。ちなみにこのロック機能っていうのは最初からあったんじゃなくて、1995年にジョセフ・オピネル、これを生んだ人ですねの息子マルセルという方がこのロックを開発したんですよ。このロックの名前をビロブロックと言います。ビロブロック、皆さんぜひ覚えてください。ビロブロックです。このビロブロックがあることによってものすごい
ごい安全ですよね。特にカバンの中にしまった時とか勝手にブレードがね出る心配っていうのがないじゃないですか。さらに調理中もです。ビロブロックをすることによって刃が勝手に動かない、刃が勝手にしまわれないっていうその安心感、これってすごい大きいですよね。安全性はものすごいいいです。でそれと比較してこのロックがないフェデカナイフ、ロックはないけどまあ別にそんな心配はないんじゃないのってね思う方いるかもしれませんが、調理中の場合こうやってね切っててこれがね、動くことはそうないです。ここにちゃんと仕切りっていうものがあって、それがここでね止まってくれて、これ以上上に行くことはないのでブレることはないんですが、例えばですよ、なんか動かしたタイミングでもしここに机があってナイフをこうやって上に移動させた時にこれがこうなりますよね。でそのまま万が一ですよ、こういう状態になって、これでもしねまな板とかにこうやってもしつけた際にはもうこの手なくなりますよね。だからこのロックがないことの心配っていうのはもちろんリスクはあります。で調理中じゃなくてももちろんしまう時ですね、カバンにしまう時もこの状態でねしまってればそんなね簡単に開くことはないです。ここ調整してここ硬くすることもできるので、そこまでね心配いらないと思うんですけど、万が一のことを考えたら何かのね拍子にここがねこの仕切りがぶつかって、でここが開いてね開く可能性もあるじゃないですか。だから安全性に関しては間違いなくオピネルの方がいいです。ただしまう時に関してはそのカバーがね別売りで売ってますので、カバー買って絶対に開かないようにしてしまったりとか、わざわざカバー買わなくてもなんかね袋に入れたりとか巻きつけたりとかすれば出ることはないので、そういった工夫が必要になるんじゃないかなと思います。では次、このブレードについて、特に厚みのこととか切れ味についてお伝えします。まずオピネルナイフ、このサイズのオピネルナイフの場合厚みっていうのは 2.3mm です。でフェデカは 1.4mm ありました。そしてその刃の断面の形状ですね。オピネルナイフっていうのはコンベックスです。コンベックスっていうのは要は僕らでいうハマグリ刃の状態。ハマグリのその殻のようにその峰から刃先にかけて滑らかにこう丸みを帯びてね刃がついてる状態です。で一方フェデカナイフっていうのはフルフラットです。若干ホローグラインドの気もしますがほぼフルフラットです。で切れ味においてこの差っていうのはかなり大きくて、基本的に食材を切る上で抵抗が少なければ少ないほどその食材にスッて入ります。でその抵抗が少ないのはじゃあどっちかってなったら完全にこれはフェデカナイフです。薄ければ薄いほど、抵抗が少なければ少ないほど切れ味はよく感じます。いくらその刃先の角度ですね、刃先の角度が両方同じ角度だとしても、その食材を切った後の抜け方ですね、抜け方によって切れ味のその感じやすさ、切れ味がいいっていう感じ方っていうのは全く変わるので、そこの切れ味の良さっていうのはフェデカナイフがいいです。ただもちろんこのフェデカナイフの切れ味のデメリットもあって、耐久性、刃のかけやすさっていうのはもちろん薄ければ薄いほど刃がかけやすくなるので、激しい切り物とかをするのであれば、あとは魚をさばいたりとかもってのほかですね、骨に当たる作業とかなんか硬いものを切るっていうのはこれではしない方がいいです。ハマグリの方がねかけにくいんですよ。その刃先に近いところが厚いから。だからかけにくさ、耐久性っていうのはオピネルの方が良くなります。でここでオピネルの切れ味についてもう少し詳しく言うと、ネットにも多く書いてあったんですけど、このオピネルナイフっていうのは購入してちゃんと刃をつけないと全く切れないそうです。実際ね僕は新品のねオピネルナイフはまだ扱ったことないんですけど、このフェデカナイフに関しては新品の状態を扱って切れ味はもう抜群の状態でした。だけどオピネルはその買ってねすぐの状態っていうのは刃がほとんどついてないから、ちゃんとね自分で研がなきゃいけないよっていうことで皆さんね多く言ってたので、そこは注意してください。後ほど研ぎ方についてお伝えします。では次、刃のこの出し入れのしやすさですね。こちらのオピネルナイフに関してはこのネイルマークと言われるこのね爪を引っ掛ける部分があるんですよ。そこを引っ掛けて、出すんですが、これね非常にね硬くなってる場合があります。理由はやっぱりこの木が膨張したりしてそこが締まっちゃって全然動かなくなっちゃうっていうことがあるんですよ。この時に無理に爪で頑張って取ろうとすると本当に爪割れるので、こういった時は裏技があって、このオピネルナイフのこの江尻のこの刃側の部分、この部分を硬いところ、机とかに向かってポンって叩くんですよ。そうすると刃が出てくれます。そして持って開くと簡単にね開いてくれるので、これねぜひ覚えてください。ちなみに今のやり方っていうのをサボア打ちと言います。はい、では次、こちらのフェデカナイフに関してはこの緩さっていうのは調整できるんですよ、締めて。だから結構硬くすることもできるし、ゆるゆるにすることもできるんですけど、おすすめは結構硬くした方がいいですね。じゃないと危ないので。
でフェデカに関しては抜けなくなるっていう心配はそんななくて、この出っ張り、これチキリっていうんですけど、このチキリがあるからこのチキリをこうやって動かしても全然抜けるし、別にここ触んなくてもここをね引っ張れば普通に簡単にね開くことができます。では次、ハンドルについてですね。オピネルナイフのハンドルっていうのは太いです。でフェデカナイフっていうのは細いです。細いんですけど、この形状がちゃんとねフィットしやすいようにここがね加工されてるんですよ。だからこうやって持った時でも握りやすい、すごくフィット感があります。でさらにこの模様ですね、この模様のことを殴り模様と言います。殴り加工をしたものなんですけど、殴り加工っていうのは木材のこの表面を削って凸凹を生み出した状態、これを殴り加工って言います。これは日本のね伝統的なその大工技術と言われてて、日本ならではのねこういった加工があるみたいです。あとこのフェデカのハンドルっていうのは分解が可能です。実際になんかキットにされて自分でハンドルを加工して作るキットみたいなのもあるらしくて、この分解できますよっていうのも特徴ですね。持ちやすさで言ったら個人的には男の人はだということもあるんですけど、手が大きい人っていうのは太い方が力が入りやすいです。だからね好み分かれると思うんですけど、手が大きい人はねこっちの方が握りやすさっていうのはあると思いますね。はい、ということで比較させていただきました。実際ね、じゃあどういった人がどっちがいいのってこと気になると思うんですけど、それはねもう動画の一番最後にお伝えします。で今からはそれぞれ研ぎについてお伝えします。この研ぎに関しても正解はないので、どう研ごうが自由なんですが、僕なりにこういう研ぎをしたらいいんじゃないかっておすすめがあるのでね、それもお伝えしていこうと思います。まずですね、このオピネルナイフ、問題なのがこの刃元を研ごうとするとすごい研ぎづらいんですよ。理由っていうのは、この通常の包丁のように斜めにして砥石に動かそうとすると、この柄の部分が邪魔して刃元の部分が当たりづらいんですね。だからこの刃元の部分を研ごうと思った時に、このオピネルナイフちょっとこういう感じで曲げると研ぎやすくなるんですよ。その刃元の部分がちょっと出て、だから刃元の部分までちゃんと研ぎたいっていう方に関してはこうして研ぐことをおすすめします。で今刃元までちゃんと研ぎたい人って言ったんですけど、そういった理由っていうのはこのオピネルナイフの場合こういうね刻み物とかしないんですよ。要は刃元をそんなに使わないんですよ。だからこのオピネルに関しては刃元は研がなくてもいいんじゃないかなって僕は思ってます。この使う部分だけ、この前方のこの部分だけ研げば一応ナイフとして全然使えるので。そしてこのコンベックスを研ぐ時のコツ、今からポイントをお伝えします。これ僕が勝手につけた名前なんですけど、31研ぎというのをします。どういうことかっていうと、これ実際に映像を見た方が早いですね。はい、こういった研ぎなんですが、何をしてるかっていうと、3回鋭角にして研いでます。で1回だけ鈍角にして研いでます。もっと詳しく言うと、その鋭角っていうのは刃の肉を薄くしたい肉抜きっていうんですけど、その角度に当てます。で鈍角の角度っていうのは最終刃付けの角度ですね。刃先の角度、その刃をつける時の角度にして鈍角にして研いでます。で3回鋭角1回鈍角っていう12311123112311231っていうのを研ぎながら前後に動かしながらそれを行うんです。そうすることによって滑らかにハマグリ状にすることができます。これっていうのはナイフじゃなくても包丁でもね、もしハマグリ状にしたい人がいるのであれば、その研ぎ方すごくおすすめです。で今僕は31研ぎっていう名前を付けたんですけど、これ3回と1回なので31なだけであって、これを21でも41でも51でも、これっていうのは自分の仕上げたいそのハマグリの状態ですね。それによってその回数とか角度っていうのは決めていただいて OK なので、ぜひこの研ぎ方やってみてください。はい。で、オピネルの研ぎ方についてさらに詳しく言っていきます。オピネルの刃の形状で特徴的なのがこのクリップポイントですよね。上に上がってるここがすごい急になってますよね。この切っ先の部分が、この部分を研ぐ時ってすごくやっぱ難しいんですよ。この部分っていうのは動画で流れてる通り、無理に同じ角度でこう斜めに研ごうとせず、この部分だけ砥石に対してまっすぐにして柄をちょっと持ち上げて、でこういう動画の通りに研ぐようにすると綺麗に研ぐことができます。注意しなきゃいけないのが、やっぱりこれ普段慣れてない研ぎだと思うので、一回一回ねちゃんとその部分が研げてるかどうかなってね、こまめに確認するようにしてください。そうすることでだんだんね感覚がつかめてきてうまく研げるようになるので、このこまめに確認するっていうのはどんなね研ぎであろうと最初のうちは必ずやるようにしてください。で切っ先のこのちょい下の部分、この R の強い部分ですね、
ここに関してはその手首を利用してちょっとスナップを効かせてね研ぐとうまく研ぐことができるので、ぜひやってみてください。で裏側ですね、この裏に関しては右手だけでやりたい人、右で慣れてる人っていうのはこの裏ももちろん刃を前方にねこうやって向けて、でこんな感じで研いでると思うんですけど、この時もしこの刃元側を研ぎたいんだったら刃をね真横にしてこうやって研ぐ必要があるので、そこら辺のね注意は必要です。もしね左手で持ち替えてできる人っていうのは左でね右手と同じようにねやってもらって OK です。はい、では次フェデカ。フェデカに関しては包丁と一緒です。ただ1個注意点があって、実際に研ぐとこのフェデカっていうのはフルフラットの形状なので、刃先だけの研ぎで十分なんですよ。しばらく刃先だけの研ぎでいって OK です。要はその鈍角の研ぎですね。しばらくそれでいって、でそれをずっと続けちゃうとだんだん熱くなってきちゃうじゃないですか。熱くなってきて食材の抵抗を感じやすくなった時に初めてそのベタ研ぎ、その鋭角に刃を当ててこの刃自体の厚みを抜く肉抜きをしながら、この刃先の厚みを抜いていくっていう研ぎをするのがおすすめです。これも好みであって、もしこのフェデカの包丁でできるだけかけさせたくないのであれば、その鈍角の研ぎをずっと続けてればだんだん刃が厚くなってくるので、全然それはそれで OK です。はい。で、鈍角についてちょっと分かりやすく言うと、さっきのこのオピネルのその31研ぎのその鈍角の時の角度も、このフェデカの鈍角の角度も同じなんですが、結論を言うとこの片方のこの角度っていうのがだいたい15度から20度ぐらいにしてください。15度から20度、どういうことかっていうと、砥石にこうやってパッと当てたらこれ0度ですよね。で立てて90度で、その半分45度で、その半分 22.5、そのちょい下ぐらいですね。その付近で角度を決めて研げばだいたいそのくらいの角度になります。それが両刃の包丁の最終刃付けの片方の角度です。つまりその刃物において理想の角度っていうのがあって、その刃の合計値が30度から40度にしてほしいんですね。それより鋭角だとすごい危険な角度と言われて、もうすぐ欠ける刃になってしまいます。逆にそれより厚いと切れ味の悪い刃になります。だから大体どの刃物も刃先の角度っていうのはそうなってるので、この両刃の包丁に関してはその片方の角度を大体15度から20度にしてくれたら、その両方でその角度になるので、その角度を決めて研いでください。はい、ということで角度のことを意識して研ぐだけで全然ね仕上がりというか切れ味が変わってくるので、ぜひこれは覚えてください。はい、ということで比較していったんですけど、この研ぎについても僕もこのオピネルナイフについては初心者なんですよ。もしこのオピネルでなんかおすすめの研ぎ方とかあれば、ぜひねコメント欄で教えてほしいなって思います。はい、では最後のまとめに入る前に動画にね出てたひかりちゃんという方がいるんですけど、その方にこのオピネルとフェデカを見た感想っていうのをお聞きしたので、ぜひ聞いてください。どうぞ。はい、こっちとこっちでデザイン的にはどう？見た目はこっちの方が好き。デザインで言ったら、この色とかここのカーブとか、かわいい。オピネルちゃん推し。持ちやすさはねこっち、ここのくぼみがあることですごい持ちやすい。手にフィットする。手だいぶちっちゃい方だけどすごい持ちやすい。女性も使いやすいだけで言ったらこっちだと思う。馴染むし、普段の包丁みたいな感じで使えるのはこっち。こっち使いやすい。あとねちょっと見えにくいけど、ここにロゴがね彫ってるの、これすごい可愛い。高級感がございますね。はい、ということでね、そのひかりちゃんのご意見も何か参考にしてもらえたらなと思います。では最後に結局じゃあどっちがいいんですかってことを最後にまとめてお話ししようと思います。結論を言うともうどっちも欲しいです。どっちも必要です。どういうことか詳しく解説していくんですが、比較のねお話聞いてて分かる通り、切れ味を求めるのであればもうフェデカ一択です。だから結論を言うと、その料理を美味しくしたいためにキャンプに行く、なんか野菜刻んだりとか、もしそういった作業が多い場合、あと普段家で使ってる包丁のように扱いたいって場合はもう絶対にフェデカです。ただ注意してほしいのが、硬いもの、丸の魚をさばくとかね、なんか骨に当たったりとか、そういったものを切るとどうしても欠けやすくなってしまうので、そこは注意が必要です。あと注意点で言ったらやっぱりこのロック機能がないことですね。これはちょっとね気にする方多いんじゃないかなと思います。実際1日使っててそんなにねなんか危険だなって思いはしなかったんですけど、万が一のこと
ことを考えた時にこれはね起こり得る事故とかあったりしたので、そこはね要注意かなと思います。ではフェデカのこのメリットがあって、じゃあオピネルっていうのはどういったことかっていうと、何かをさばくとかそういったのにはもうかけにくさとかもあるので、こっちの方がいいです。さばきやすいし、このクリップポイントっていう切っ先の形状によるさばきやすさっていうのもあるので、そういった切り物をするのに関してはめちゃくちゃいいです。ただどうしても刻むとかってね、まな板にトントンっていう作業ができないんですよ。するとなっても引き切りとか刺して引いて切るっていう切り方が主な切り方になってくるので、ぶつ切りとかね、ある程度の大きさで切っていくっていうのは問題ないんですけど、例えばネギとかですね、細かく刻みたいっていう場合に関してはオピネルはすごく不向きなので、もしそういう切り物をしたい場合はもう絶対フェデカです。はい、という感じで、今回の動画を見ててね、話聞いてて、このフェデカナイフの方が絶対いいだろうってね思う方多いと思うんですけど、これは使ってみなきゃわからないね、その価値観。僕はキャンプに持っていきたいって思うのはこっちなんですよ。このいいなっていう感じ、これ使ってみたらね分かってくれる方多いと思うんですけど、これ使ってる時の楽しさ、これを使いたいなっていうその感情、それがこのオピネルちゃんにはあるんです。このいいんだよなっていう感覚、これってすごい大事で、皆さんにもあると思うんですよ。物じゃなくてもあの人いいなとか、これ美味しいんだよなとか、そういうのねあると思うんですよ。っていうので、今回のこの動画に関してはいいんだよなってちょっと終わらせたくなくて、このについて科学的にこういったものがあるっていうねものがあるので、それをちょっと紹介して最後動画を終わろうと思います。では早速、そのいいっていうのは何なのかってことで、もう結論を言うと F 分の1の揺らぎというものです。皆さん F 分の1の揺らぎ聞いたことありますかね。これを一言で言うと、心地よく快適な気分になる音や感覚のこと。例えば海の波の音とか雨の音、風の音、そして僕が特に感じるのが焚き火ですね。焚き火のその火の揺らぎっていう、今みたいな自然の中で起こる不規則なそういった動きとか、そういったものがよく挙げられます。で、今言ったその自然のもの以外でも、例えば人の声とかですね、あと触った時の質感とか、目で見た時の視覚だったりとか、触った時の触覚だったりとか、そういったもので感じ取れるいいなって感覚もその F 分の1の揺らぎだったりします。特にその声で言うと、声で F 分の1の揺らぎを発してる人がいて、例えばよく挙げられるのが歌手の宇多田ヒカルさんとか、美空ひばりさんとか、福山雅治さんとか、あと声優の花澤香菜さんとか、そういった方たちのその声っていうのはやっぱり人が心地いいなと思うような声らしくて、実際に僕本当に宇多田ヒカルさんに関しては寝る前に聞くことが多くて、よくねお世話になってたんですよ。睡眠導入剤として使用させていただいてたこともあって、やっぱりねちゃんと理由があるんですね。はい。で、今回ね伝えたいことっていうのは、そういった心地いいなっていう感覚っていうのが世の中にはいろいろあって、で今回のこのオピネルナイフ、フェデカナイフでどういうことが言いたいかっていうと、キャンプの時に夜ね焚き火しながら隣にねあってほしいのはこっちのオピネルちゃんなんです。そばにいてほしいんですよ。そういった感覚、そういった魅力があります。このオピネルにはすごくもうすごいね好きなんですよね。この感覚はね実際に手にした人っていうのはすごくね共感してくれる人多いんじゃないかなと思うんですけど、もしいましたらコメント欄でお待ちしております。はい、ということでね、この F 分の1の揺らぎすごい面白いですよね。もしね興味出た方は実際に調べてみてください。いろいろね発見があるかと思います。はい、ということで最終的に結局2本必要です。2本買ってください。どっちも魅力があってどっちもいいんですよ。キャンプ行って料理をする時っていうのはフェデカナイフを使って、刻み物とかしてね、でもしね魚さばくとか鶏肉をさばいたり北京ダックをねキャンプ中にやって、それでみんなの前でね披露したりする場合っていうのは、そういったね切り物をするのであればこのオピネルナイフっていうのは必要です。だから要は使い分けてほしいです。どっちもねナイフではあるんですけど、全然ね違うものなので、今回の動画を参考にしてね選んでいただきたいんですけど、おすすめはどっちも買うことです。はい、ということで今回の動画は終わらせていただきます。ぜひ皆さんどっちも買いましょう。ちなみに今回の動画が生まれた経緯っていうのは、視聴者の方からこのねどっちのナイフも送ってくれたんですよ。その人もすごい方で、年間に100日以上キャンプに行く人みたいで、年間に100日ってやばいですよね。だから週1もっとですね、だから毎週1泊2日のキャンプをもうずっとしてるってことですよね。
すごいキャンプオタクの方からぜひこのオピネルとフェデカナイフのレビュー動画をしてほしいってことで今回ねご依頼いただきました。ありがとうございます。ナイフというナイフ、刃物という刃物は僕興味あるので、ぜひねこのナイフ使ってほしいとか紹介してほしいっていうのがあればご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。問い合わせ先はね概要欄に貼ってありますので、インスタグラムの DM でもメールでも構いませんので、はい、よろしくお願いします。それでは終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。